キャンセルって当日なのに、そんな。怒りと焦りでスマホを持つ手が震えた。この男はどれだけ俺たちを振り回せば気が済むのだろう。50人以上の規模の懇親会を計画させておいて、当日にやっぱり行かないだなんて。下請けなんかと食事したくねえって俺言ったんだわ。そしたらみんな同じ気持ちだってよ。他の店で飲むわ。そっちの連中にはお前からよろしくって言っといて。じゃあな。なんて横暴で傲慢で底意地の悪い男だ。きっと最初からこうして俺を困らせる計画だったに違いない。悔しかった。とにかく悔しくて仕方なかった。俺はこれから一体どうすればいいのだろう。俺の名前は健太、28歳。ある建設会社に勤めて12年になる。俺は中卒でこの世界に飛び込み働き始めた。それは家が貧しかったし、建設業界で働くことは俺の強い希望でもあったからだ。土木作業員だった父がこの世を去ったのは俺が13歳の時だった。ビルの建設作業中の事故。何人もの作業員が怪我をして、うちの親だけが助からなかった。葬儀には社長だけでなく、建設会社グループのトップである吉田会長も来てくれた。と言っても当時の俺には誰がどんな人かなんてさっぱりわからなかったのだけれど、吉田会長はおふくろと俺に深く頭を下げて、事故の再発防止の徹底をすると約束してくれた。去り際にどんな話の流れだったか、吉田会長が俺に将来の夢を尋ねた。お父さんの代わりに私たちが全力で君の夢をサポートするよ。健太君の夢は何だい？僕もお父さんと同じ仕事をします。お父さんと同じようにいつまでも残る大きな建物を作ってみんなの役に立つことが僕の夢です。そうか、そう言ってくれるのか。俺は大人の、しかも会長という偉い立場の男の人が涙するのを初めて見た。吉田会長だけじゃない。通夜に来てくれた父の同僚たちもみんな泣いていた。いつか一緒に立派な建物を作ろう。俺たちはそう誓い合い、握手をして別れた。父を亡くした後も周囲のサポートのおかげでおふくろと俺は何とかやってこれた。だけど祖父母の入院や不幸が重なったりしてお金は出ていく一方、生活はいつも苦しかった。俺は中学校でもかなり苦労した。それは勉強ではなくて友人関係の苦労だ。よう、片親の貧乏野郎、くせえぞ。ちゃんと風呂入ってんのか？中でも積極的に俺に嫌がらせをしてきたのがある建設会社の御曹司裕二だった。裕二は俺の父親が建設中の事故で他界したことを知っていた。作業員として三流だったから事故になんか巻き込まれるんだよ。底辺は救えねえな。相手が相手だ。いくらムカついても言い返したり殴ったりすれば大問題になる。そうなれば介護施設で夜勤の仕事までしてくれている母さんに迷惑をかけることになる。俺は裕二から何を言われても唇をかみしめて我慢した。中学を卒業した俺は父の知り合いの建設会社を訪ねた。おふくろからは高校までは出た方がいいと言われたけれど、言う通りにはできなかった。父さんだって中卒で建設業界に入ったって言ってたじゃないか。俺もそうしたいんだ。時代が違うとみんなが反対をした。最後にはその建設会社の社長が条件を出してくれた。定時制高校への通学だ。働きたいなら雇ってやる。ただし母親の思いにも精一杯応えろとのことだった。昼間は建設現場で働き、夜は学校に通うというハードな生活が始まった。きつかったけれど、おかげで俺は高等学校卒業資格を取ることができたのだ。それからあっという間に月日が過ぎて、今
俺は28歳。仕事にもすっかり慣れたし、会社にとっても欠かせない人材になれていると思う。多くの現場に関わり、同僚たちとの絆も深まって、張り合いのある毎日を過ごしていた。やりがいのある仕事と素晴らしい仲間に囲まれ、いつまでもこんな日々を送り続けたい、そう思っていた。少なくともあの男からの連絡を受けるまでは。お前、もしかして健太？俺だよ俺、中学で一緒だった。ユージ？再会した時、ユージはすでに父親の建設会社に就職して、それなりの地位についていた。彼は俺が建設業界で働いていることを知ると、積極的に仕事を回してくれるようになった。だけど、もしもし、ユージ？まだ代金の支払いが確認できてないって総務から連絡があったんだけど。ああ、支払い？そのうちな。っていうか、健太お前、俺のことはユージさんって呼べって言ったろ。すみません、ユージさん。でも支払いだけは本当にちゃんとしてもらわないと。わかってるよ。ごちゃごちゃ言わずに待ってろ。通話は一方的に切られた。残念ながら、うちはそれほど大きな会社じゃない。ちゃんと支払いをしてもらわないと、運転資金が足りなくなる可能性があるのだ。ユージからもらう仕事は他に比べると支払いに関して揉めることが多かった。先日も作業者の態度が良くないとか品質が悪いとかの理由で支払いを渋られた。下請け法を守ってほしいとお願いしてようやく払ってもらったのだ。その時のユージの言動は最悪の一言に尽きた。下請け風情が生意気に法律を振りかざしやがって。それ以来、俺は完全にユージから目をつけられてしまった。中学生の頃の悪夢のような毎日を彷彿とさせる日々の始まりだった。もしもし、健太か？発注書面をメールしておいたから確認しろ。今すぐだ。はい。これって。相場からひどくかけ離れたかなり安い対価での仕事の発注だった。ダンピング価格もいいところだ。とてもじゃないけれど、こんな金額では受けられない。俺がそう抗議すると、ふざけたこと言うなよ。この金額じゃねえと仕事は頼まねえからな。そんな安く仕事をさせたいのはわかりますけど、いくらなんでも。まあ別にいいんだぜ。お前のところがダメなら他を当たるだけさ。下請けなんていくらでもいるんだからな。ユージの性格の悪さは中学生の頃から全く変わっていなかった。無茶な金額で発注があるたび、俺は上司と相談して受けるかどうかを決めた。大抵の場合は向こうの圧力には勝てず、うちは金銭的に我慢を強いられることになるのだった。ユージからは露骨に元請けが有利な支払い条件を押し付けられることも多かった。支払い期日が来ても請求額の一部しか支払われないような書き方になっていたりした。当然、俺は電話で抗議した。商売に交渉はつきものだけど、いくらなんでも飲める条件と飲めない条件がある。こんな支払い条件は困ります。せめて半額、いや3分の1でもいいですから。この条件でやってる会社はたくさんあるんだぞ。そうおっしゃられましても、どうしてお前のところだけ特別扱いしてやらないといけないんだ。同級生だからか？ふざけたこと言ってんじゃねえよ。甘えるな。何様のつもりだ、この下請けが。申し訳ありません。さあどうするんだ。仕事したいのかしたくないのか、はっきり言えよ。ほら。それは上司と相談してまた折り返し連絡をさせてください。ダメだ。今お前が決めろ。健太、お前の責任で仕事を受けろ。さあ決めろ。ほら。などというふうに電話口で無理な決断を迫られることも何度もあった。ユージは俺が困るのを明らかに楽しんでいたし、自分の優位を大いに満喫していた。ある時にはユージから自社製品を買えと迫られたこともある。彼が勤める会社ではグループ会社と共同で新しい建材の開発にも力を入れていた。
そうして作られた新製品をうちの会社で買って使えというのだ。この前少し話しただろう。人工木材と工業用ウレタン材、どっちも確保しといてやったから本当に買えよ。こっちはもうその予定で動いてやってんだからな。その話は持ち帰って上と協議するとお答えしたはずです。買うなんて言っていませんよ。そもそもこんな大事なことを俺の一存で決めるなんてできるわけないじゃないですか。そこをなんとか押し通せよ。それとも何か、健太、お前、うちの新製品に文句でもあるのか？何が不満なのか言ってみろ。さあ、ほら言えよ。いや、本当にもう勘弁してくださいよ。強い口調で責められ、最後には強引に大量の発注をさせられたりもした。断ろうとすると、誰のおかげで仕事できていると思っているんだと来る。どの下請け業者であっても、親事業者にとってはパートナーのような存在のはず。お互いの存在があって初めて仕事がスムーズに運ぶ。そんな対等の関係が理想のはずだ。ところがユージにはそんな意識は全く感じられなかった。透明性の高い取引なんて一切望めない。いいから黙って俺に従えって押し通す。立場が弱くて逆らえない俺はせめてユージの言動の記録を取ることにした。パワハラへの対抗手段として効果的なのは何らかの形で証拠を残すこと。ネットの記事にそう書いてあったことを思い出して実践したのだ。大学ノートにやり取りの詳細を書き起こし、日付も忘れずに記入した。小型のボイスレコーダーを買って会話を録音したりもした。これくらいの抵抗しかできない自分が、俺は情けなくて仕方なかった。ある時、俺はユージからいつものように無茶ぶりをされた。懇親会ですか？御社とうちで？そうだよ。たまにはいいだろう。こっちには俺を含めて50人いる。そっちは別に何人でもいいぜ。場所は任せる。つまらない店を予約するなよ。あと、飲み放題は絶対につけろ。いいな。50人以上が参加する懇親会の幹事を任されるなんて、俺は初めてだった。ユージが納得するレベルで50人が一度に入れる店。そんな店、どこにあるのだろう。普段はほとんど外で飲まない俺なので、今回の要求にはほとほと参ってしまった。そんな時、ふと思い出したのがグラスを傾ける父の横顔だ。父の行きつけの店でかなり広い居酒屋があった。ファミリー層にも人気の店で何度か連れて行ってもらったこともある。俺の記憶が確かなら、そこの店長は父の同級生だったはず。訪ねてみる価値はある。思い立ったが吉日、仕事帰りにその店に寄ると、店長は俺の相談に快く応じてくれた。忙しいだろうにわざわざ調理場から出てきてくれたので恐縮してしまった。当日は店を貸し切りにして最高の料理でもてなしてくれるという。ずっと心細い気持ちでいた俺は店長の頼もしさに涙が出そうだった。店長はぜひ飲んでいけとカウンターに席を取ってくれた。俺は飲みながら当日の料理やお酒の種類についてあれこれ相談させてもらった。その時、思いがけない人物が俺に声をかけてきた。君はもしかして健太くんじゃないか？迎えた懇親会当日、俺は大いに焦っていた。店の外で首を伸ばしてどれくらいキョロキョロしたかわからない。どういうことなんだよ。どうして誰も来ないんだ？予約の時間になったというのに、ユージの会社の人たちが一人も来ないのだ。ユージにも何度も連絡するが、ちっとも返事がない。今日は金曜日、仕事が遅くなっているのだろうか。だけど、作業員の人たちが5時に上がらないわけはないし。あれこれ考えていると、やっとユージから返信があった。もしもし、ユージさん、今どこですか？もう予約の時間ですが。ああ、健太か。よう、何してんだ？何って言われた通り懇親会の予約をして。ああ、あれ、キャンセルな。キャンセルって当日なのに、そんな。信じられなかった。
どれだけ俺たちを振り回せば気が済むんだ。50人以上の規模の懇親会を企画させておいて、当日にやっぱり行かないだなんて。下請けなんかと食事したくねえって俺言ったんだわ。そうしたらみんな同じ気持ちだってよ。他の店で飲むわ。そっちの連中にはお前からよろしく言っといて。じゃあな。俺はあまりの怒りで何も考えられなくなり、頭の中が真っ白になった。なんて横暴で傲慢で底意地の悪い男だ。きっと最初からこうして俺を困らせる計画だったに違いない。悔しくて仕方なかった。大将に対しても申し訳なかった。せっかく心のこもった料理を用意してくれたのに。こうなったら仕方がない。サプライズゲストの予定だったけれど、俺はあの人の名前を呼ばせてもらうことにした。わかりました。それでは先ほどお見えになった吉田会長にもそのようにお伝えしますね。吉田会長？1時間遅れで到着したユージをはじめとする親事業者の社員たちはみんな顔が真っ青だった。吉田会長の前に土下座して黙ってお言葉を待っている。ユージというのは？はい、私であります。何もかも健太くんから聞いたぞ。驚いたし呆れた。大いに呆れた。いまだにお前のようなろくでもない発注者がすぐっているのだな。この業界には嘆かわしいことだ。俺がこの店を訪ねたあの日、声をかけてきたのは吉田会長だったのだ。会長は建設業界で頑張っている俺のことを大いに喜んでくださった。懇親会の話をしたところ、ユージの会社はグループの子会社だという。知り合いもいるのでサプライズゲストとしてぜひ呼んでほしいと言ってくださったのだ。ところが蓋を開けてみればこのありさま。俺はユージが日頃下請けをどう扱っているかを会長に詳しくお伝えした。パワハラ行為を記録したノートにも目を通していただけた。会長がお怒りになるのも当然だった。コンプライアンスに対する意識を高めて職場環境を良くしようというのがグループ全体の総意だ。下請けに対するパワハラ行為が露見すれば企業イメージは著しく損なわれる。貴様はグループ全体を危機的状況に陥れるつもりか？そうもありません。私はただ少しでも社に利益を残すために。自社に利益を残すためなら下請けがどうなっても構わんというのか？会長はユージの行為を繰り返し叱った。ユージが弁解をするたびに驚くほど大きな雷が落ちた。その後、俺たちの懇親会は反省会の様相を呈した。料理やお酒が無駄にならなかったことに俺は心の底からほっとした。後日、ユージは会社で吊り仕上げを食らったらしい。俺は下請けパワハラに関する詳細なレポートを提出するよう上席から指示された。ユージの会社からは父親である社長がやってきて俺たちに深く頭を下げてくれた。今後は信頼できる別の担当者が正当な条件で契約を結ぶ。社長はそう約束してくれた。驚いたことにその翌日には吉田会長もうちの会社を訪ねてくださった。親事業者のさらに上に君臨する人物が来たとあって社長も大いに恐縮していた。嬉しかったのは吉田会長が俺をまるで息子のように扱ってくださったことだ。父の葬儀で泣かされた話をうちの社長に面白おかしく披露して、健太くんのことどうかこれからもよろしくお願いします。そう頭まで下げてくださったのだ。これから一層仕事に打ち込んで業界の発展に尽くそう。俺がそう強く心に誓ったことは言うまでもない。ユージはその後地方にある支社に左遷されたらしい。何でもかなりきつい現場作業に従事させられてあまりの辛さに逃げ出したのだとか。所詮は口先だけの七光男。自分で汗を流すことを知らない人間の末路なんてそんなものだろう。懇親会の後、俺はあの店にたまに顔を出すようになった。吉田会長もたびたび来てくださって一緒に昔話に花を咲かせている。どの業界でもそうだけれど人とのつながりは本当に大切だ。とりわけ建設業は一人ではとても仕事にならない。多くの人の協力が欠かせないのだ。これからも調和を重んじて
自分なりの精一杯で業界を盛り上げていこう。俺は心からそう思っている。